ナンバー35超高密度実装。トイドローンに自作フライトコントローラーを完コピで積み上げる。いろは電子工作所第35回の報告です。バラバラのパーツが一つになる瞬間、前回無事に産声を上げた筋肉となるモーター駆動回路。今回はこれらのパーツを直径わずか8センチの小さなフレームの中にぎゅうぎゅうに詰め込んで一つの動く機体へと合体させます。まるで超小型のビル建築のようなワクワクする組み立てプロセスを報告します。今回挑戦するのは自作のフライトコントローラーをおもちゃのミニドローンのフレームへ超高密度にパッキングしていく作業です。ただ詰め込めばいいわけではありません。モーターの激しいブルブルという振動や電気のノイズから頭脳を守るための精密な物理防御を詰め込んだ3階建てのタワーを建てていきます。まずは1階、筋肉の配置です。前回作った4つに分かれているモーターを回すスイッチ基板、自作 ESC をフレームの隙間に配置し、グルーガン、つまりホットメルトで固定します。グルーガンを使うのは軽いだけでなく、固まると適度なゴムのようなクッションになり、モーターの激しい振動を吸収して基板を守ってくれるからです。次に2階、感覚の水平維持です。ドローンが自分が今どれくらい傾いているかを知るためのジャイロセンサー MPU6050 を固定します。 3D プリンターで作った専用の土台、マウントをフレームの中心にはめ込み、センサーを乗せます。この感覚センサーが少しでも傾いているとドローンはまっすぐ飛べなくなってしまうため、機体の真ん中に完全に水平に固定する最も重要な作業です。そして3階、脳みそと目の合体です。ジャイロセンサーのすぐ真上に重ねるようにしてメインの頭脳であるマイコンボード、シャオ ESP3 に ES3 センスを乗せます。これで感覚と頭脳が最短距離でつながり、振動やノイズに強い見事なタワー構造が完成しました。このマイコンはカメラ付きのモデルなので、将来的に前方を監視する目としての役割も果たしてくれます。ここで機体のサイズに対して妙に存在感のあるパーツを取り付けます。 25V 220マイクロファラッドの電解コンデンサです。ドローンのブラシモーターは回るときに激しい電気のノイズというゴミを周囲にまき散らします。この電気のゴミが頭脳に伝わると、マイコンが突然失神してフリーズし、墜落の原因になります。そこでこの大きなコンデンサが強力な防波堤、つまりゴミ箱ケンダムの役割となり、電気のゴミをきれいに吸い取ってクリーンな電気だけをマイコンに送り届けます。最後にエネルギーの生命線をつなぎます。シャオの裏側にある小さな電源パッドにリポバッテリーとつなぐためのコネクタ配線を慎重にハンダ付けします。これがこの超小型ドローンのメイン電源の入り口になります。すべてのハンダ付けと組み立てが終わり、パーツが美しく積み上がった自作ドローンのプロトタイプが姿を現しました。手のひらに乗るほど小さな機体ですが、エンジニアのこだわりがぎっしりと詰まっています。物理的な肉体はすべて完成しました。次回、この白紙の脳みそに自作のフライト制御プログラム、つまりファームウェアを初めて流し込み、緊張の浮上テストに挑みます。自らのコードでこの機体は宙に浮くことができるのでしょうか。それではまた次回。